雲の糸それから続きのお話。これまでのあらすじ。昔極楽から地獄を見下ろしたお釈迦様は、極悪人神田田がただ一度だけ雲を助けたことを思い出し、一本の糸を地の底へと垂らしました。神田田は必死にその糸を登りました。けれど、これは俺の糸だ。その時、糸はぷつりと切れて、神田田は再び地獄へと落ちていったのです。本文、地獄の一番深いところに、神田田という男が座っていました。ここは無間地獄と呼ばれる場所。朝も夜もなく今という一枚の薄い時間だけが、どこまでも伸びていくのです。神田田は眠くもならず喉が渇くこともなく、ただ心と体に冷たい痛みがすっと入っては、またすっと戻っていくのを感じていました。火の熱が影だけを焦がし、冷たい雨がコツコツと岩を叩き、重たい車輪のようなものが通っては戻り、寒さは氷の左手で体をぎゅっと握ります。それでも時間は進みません。今だけが伸びて、また伸びていくのです。夜の冷たい風を切り、人のものを盗んだ足音、杯がコツンと当たる音、温かいごちそうの湯気はふわりと消えて、後には空っぽが残りました。たくさん手に入れたようで何も残らん。よちよち歩きで箸をくわえたまま転んだ。口の中がズキンズキンと痛み、ほんのり鉄みたいな味がして、涙がポロリ。その時鼻に入ってきたのは畳の匂い。どうしてかこの味と匂いだけははっきり覚えているのです。別の日、畑の道で転んだ時、膝から血がにじみ、手のひらには冷たい泥がべったり。痛くて悔しくてと涙をこらえていた。その時、ばあちゃんの声が空から降ってきました。神田田、腹がすいとんじゃない。影が一つ柔らかくさして温かい手がそっと差し伸べられました。ばあちゃんは懐からまんじゅうを一つ出して真ん中でふわりと割りました。白いまんじゅうを割るとあんこの甘い匂いがふわりと鼻をくすぐります。湯気に包まれながらばあちゃんの大きな手がそっと頭をなでる。膝の痛みなんかどうでもよくなった。半分こじゃけんちゃんと味わうんよ。洗い流してくれました。神田田の胸に熱い塊がこみ上げてきます。わしはあんなにも愛されとったんじゃ。声が震えました。それなのになんで気づかんかったんじゃ。なんでもらうことばっかり考えとったんじゃ。雲の糸につかまったあの時、これは俺の糸だと叫んだ。でも本当はばあちゃんが教えてくれた半分この心をとっくに忘れてしまっていたのです。杯の音、湯気、転んだ痛み、畑の泥、そしてばあちゃんの半分こ。繰り返すたびににぎやかだった音が一つまた一つ静かになって、最後に残ったのはふわりと割れる小さな音だけでした。半分こはわしにもできとったんじゃ。その頃ずっと上の方、蓮の花が並ぶきれいな水のほとりで、お釈迦様がじっと下を覗いていらっしゃいました。蓮の花の間からかすかな光が広がります。水面のさざ波は優しく光り、泥に根を張るは巣が泥を嫌いにしないことを教えてくれます。蓮の花は泥の中でも清らかに花を咲かせます。その花の中にはもうすでに小さな種が入っています。だから人の心を未来へと導いてくれるのです。この者の胸にはまだ熱がある。お釈迦様はそう思いました。人を救いたいという一念、その意図を私は見ておる。神田田はそっと目を閉じました。そしてはっきりと心の中で言いました。地獄の底で静かに膝をついた。ばあちゃん、わしにもう一度だけ機会をください。声は地獄の風に消えていく。でも心の奥で確かに何かが変わった。今度は半分こを忘れません。誰かが泣いとったら
わしの持っとるものを分けてあげる。それができる人間になりたい。ばあちゃんやおっとん。おっかあ、親族が困っとったら助けたい。今はまだ誰も助けられん。そしてこれまでの行いを深く懺悔し、生まれ変わったら今の思いを忘れず行動に移して修行することを誓い続けました。遠くで小さな鈴の音がチンチンチーン。毎年のお盆の日に神田田の子孫たちが大時代碑に触れエコーしてくれたことによって神田田の苦しみは少しずつ和らいでいきました。光はまだ出ません。糸も見えません。しかし子孫たちの見えない糸によって神田田はだんだんと動けるようになっていきました。ただ神田田の足元に靴一足分の硬い道が少しだけ現れてまた消えました。神田田は後ろを振り向きません。歩くたびに道が一足分だけ現れます。歩いては止まりまた歩きます。手を差し伸べる先は上ではありません。すぐ隣へ。いつかきっと誰かの苦しみを半分こできる日に向かって蓮の花のほとりで若い僧侶がそっと尋ねました。お釈迦様。彼はお釈迦様はうなずきました。登らず歩むことを選んだ。蓮の花の花びらがゆっくりと静かに閉じます。水面は何も言わずに光ります。泥の中の根はしっかりと命をつないでいました。地獄の底で神田田は初めて本当の歩き方を覚えたのです。急がない、登ろうとしない、ただ隣にいる誰かのために一歩ずつ。ばあちゃんの半分こう。今度はわしが。そうつぶやきながら歩く足音はまるで子守歌のように優しかった。足音はちょうど呼吸の速さ。小さくなっていく背中は振り向きません。それでいいのです。雲の糸は切れましたが、けれど家族の糸は切れることは絶対にありません。胸に張られた糸は今も静かに張っています。そして大時代碑の光は誰かの隣にそっと生まれるその日まで神田田の歩みを永遠に見守り続けます。おしまい。そして始まり。人は自分の力だけでは地獄から抜け出すことはできません。仏様の神通力や大いなる慈悲、そして家族の意図によって新しい道が開かれるのです。神田田の力強いその産声はその始まりの印でした。